found myself in the dark of the night when I was lost, needed everybody. はい、始まりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。霊気走破の、はい、フルスポ、はい、見ていくという、はい、先週という前回、大団円を迎えたかと思いきや、はい、なんと無職が残ってる。はい、大事ですよ、無職も。無職一応ね、一応無職までやっていこうかなということで、はい、まずコモンアンコモンからはい、言い方していただきたいんですが、はい、これちょっと1枚目から気になったんですけど、はい、こう合ってるかどうか分かんないんですけど、はい、アーティファクト1個破壊できるって書いてあるんですよこれ。そうですね。無職でアはいーティファクト破壊できるカードってあんまないのかなと思って、完全無職だとあんまないかもしれないですね。まあ万能塾みたいなのはまあありますけど、はい、無職だと無職界にまあでもそっか、パーマネント破壊があるから、パーマネント破壊はあるんですけど、アーティファクトを指定して破壊できるってあったかなと思って。珍しいですね。珍しいですよね、これ、はい、気になったんですけど、これなんかあとこれがお気になるようで、まあもう2マナで出た時ワンドローって書いてあるアジェは全部気になるんですよ。だってこれブリンクし放題じゃないですか、こんな。確かに。で、あと一応これなんか機上とか機体が乗ってる状態になるっていう、なるほどなるほど。もう最強の登場者なんですよこれ。なるほどなるほど。まあまあ良くないですかっていう。確かにいいですね。はい、これもちょっと気になったんですけど、5色じゃないと使えない5色のアーティファクト、はい、これ場に出た時、はい、基本として1個持ってこれるんですよ。でもまず5色で場に出た時1個持ってこれるって優秀だなと思って、はい、で手札に加えるんですね。はい、でこれを5色払うじゃないですか。はい、でこの機体アーティファクトクリーチャーになるんですよ。この機体がですよ。はい、でそれが22カウンター乗っかるんですね。はい、ってことは87なんですよ。87ですね。はい、5マナ87どうですか？いやでも5色じゃないと使えないっていうところがネックでかくないですかこれは。でもまあ出た時にあれができるから、基本土地、まあ悪くはないとは思うんですけど、やっぱそこがネックになりますよね。カジュアルな5色で使うのかなっていうイメージで、あとこれもちょっと気になったんですけど、そうですね、ピットストップの自動機械、はい、これなんか無色マナ2マナ加えられるって書いてあるんで、はい、能力を起動するためにしか支払えないって、なんかこれ下はちょっと微妙な精進コピーっていうのは、まああるかどうか分かんないですけど、はい、よくありそうじゃないですか。無色2マナ起動アーティア無色デッキだと、はいはいはい、まあ普通にだから能力2マナ使うような逃走者とかだったら普通に入れておいてもまあ便利に使えそうですよね。確かに起動するやつだったらね、確かに、結構これワンチャンありそう。ちなみになんですけど、こいつオラクル変更出てるんで、皆様気をつけてください。何があったの？これ確か精進能力を起動した時にコピーする能力が、オラクル変更でマナ能力を対象にできなかったみたいな、そうなんですね、出てるんでお気をつけください。なるほど。はい。これもちょっと気になった。気になるから多いですね。エンジン始動して、はい、アーティファクトが戦場に出た時、このアーティファクトが戦場に出た時、2枚引いて1枚捨てる、これ無色で2枚引いて1枚捨てるっていう、まあ確かに珍しい能力で、なんか色の概念を結構超えてきてる感じがしますね。最高速度で、呪文1コス軽減、こういうの面白いなと思って。ただ4マナでただ何もしないのか。でも無色界では優勝かもしれない。無色界か、なるほど。無色界では優勝かもしれない。あと俺これも気になったんですけど、気になる方多いですね本当に。気になる方ないんですか？これすごくないですか？まあすごいけどなんかどっちも中途半端だなっていう印象を正直持っちゃったんですよ、3マナで、2段攻撃の持たせる装備品機体、これ2段攻撃を持たせる装備品って1個しかないんですよ。無色の装備品、で2個目っていう無色で2段攻撃を持たせるのは多分それとこれだけだと思うんですよね。無色でですよ。無色で、無色界に革命をもたらあと
これはどうかな、これもどうかなあとは何か気になったカードあります？僕は正直最初のやっぱ2マナでワンドローついてるカードぐらいかなっていう感じがしましたね。僕が気になったのはそんぐらいです。はい。次レア神話レアいきましょうか。はい。いやまずはい、とっても目玉になっている。みんなプレーンズウォーカーになります。はい。はい、これ無色のオースブレーカー。無色のオースブレーカーか、はい、確かに。これやれと、はい、言ってるんですよ。はいはいはい。これが4マナで4じゃないですか。はい。こいつがクリーチャーについてる限りこれを攻撃することはできず、これは装備品になるんですね。はい、で戦闘ダメージを与えるとそれの点数に等しい個数中精度カウンター乗っけるんですよ。はい。でこれ何が起きるかと言いますと、うん、これ構築だとどうなるかっていうのは、正直分かりません。はい、ただこれオースブレーカーだと話が違って、はい、何か1個でも、そのクリーチャー出てるクリーチャー出すとするじゃないですか。はい、何でもいいんですよ。ギアプールでもいいですよ。出すとするじゃないですか。はい、でそれでこれ出すんですよ。はい、そしたらそれにつけられるんですよ。そうですね。そうですよね。はい、でこれプラス1で最大1体を対象としてこれをつけると。はい、で1カウントを1個置く。はい、で殴って通ったら、はい、この中精度カウンターが乗ってくんですよ。そうですね。はい、はい、これオースブレーカーだと重要なのが、はい、統率者殴られないんですよ。統率者が殴られない。ああ、なるほど。まあついてれば殴られない。そうなんですよ。はい、そうなんですよ。だからこいつオースブレーカーだとすごい優秀だっていう。殴られないんですよこいつ。まあそうですね。ついてる限りは殴られない。はい。まあ除去ってから殴るしかないんですよね。そうなんですよ。だからオースブレーカーが数です。まあでも無色だとスペルがそもそもかなり少ないからまあそこがしんどそうだなっていう感じはしますね。相方は何がいいですか？なんか選んでくれたんですよね。まあ僕はコジレックの命令っていうのが無色のスペルだと一番強いんじゃないかなと思ってるんで。っていうのがあるんですよね。2マナ X でしたっけ？はい、無色 X。はい。はい。で落とし子生成と墓地追放とクリーチャー除去と戦術してワンドロー。まあでも結構ねこれね10マナ出るんですよ。好きな色いらないみたいなだけど、まあ10マナ出ます。でもまあ2マナは無色は払えばいいじゃないですか。で10マナ出るんで X10 で打てますよ。確かにマイナス10までいけば。でもマイナス10までいったらなんか勝ちたいけどな。なんかないかな。無理か。一応僕はまあ10マナ出るわけじゃないですか。だから全チリ打ったらいいんじゃないかなって。まあ普通に強そうですよね。思ったんですけど。っていうオースブレーカーのカードの紹介になりました。空想のオースブレーカーです。でもこれマイナス5で2ドローか。これめっちゃ強いですよ。マイナス5で2ドローが一番偉そう正直。なんか普通に巨大戦車みたいなのにつければ。まあでもやっぱりギラプールっすよ。ギラプールにつけたら最強じゃないですか。ギラプールにつけてギラプール避けたら殴られますよ。確かに。でも例えばジンジャープルートみたいなのが最高系だと思うんですよ。まあ確かにそうですね。まあ60枚なんでオースブレーカーは。あとこれはあれですね。これはいいカードですよ。クリーチャータイプ1抽選になるんですよね。はい。この間構築済みデッキの話した時は期待にあれクリーチャータイプがないみたいな話がありましたけど。結局なかったんでしたっけ？ないです。なかったんですね。なかったです。なるほどなるほど。はい。でこれがあればクリーチャータイプつけられると。期待でない全てのクリーチャーは1抽選を受ける。はい。なるほどなるほど。これよくある、これ系のカード4枚ぐらいあるんですよ。はい。確か。3、4枚あるんですよ。無色でってことですか？無色で。ありますあります。それが1枚追加されたって形だと思うんで。そうですね。これ次はこれですけど。はい。搭載歩行機械もどき。XX で X カウンター。これなんかどうなんですかね。4マナで1個カウンターを置けると。はい。バリスタですね。バリスタですよね。はい。で死亡した時11カウンター1個につき1枚のカードを引く。はい。どういうことですかこれ？いや強くないですか普通に。無限マナとさっくり台があれば
全部ドル引き切れるみたいな、まあでもこれあれですよ、ぴったしにしないとこれなんで確かに、まあ、デッキの数数えて、ちゃんと数えてすいません数えていいですかって言って、で、まあ、多分先にこうデッキの数分でお願いしますって言えば確かにそりゃそう分かんないんでって、ねここまでで乗っけて探りますんでっていう説明すれば多分大丈夫だと思います、大丈夫ですまあそれくらいになんか使えますかね。まあでもシンプルになんか 2マナで1字で出して、暇の時強化するなり、まあ普通に1ドルに変換でもまあ最悪いいですからね。そう思い出しましたわ。はい。これ、XX ってこれ重要なんですよ。なんですか？これゼロマーなんですよ。ゼロマーですね。これゼロマーで唱えたって言えるっていう呪文って10枚ぐらいあるんですけど、ありましたね。これそれが重要な時あるんですよ。アーティファクトをゼロマナで数えて、しかもゼロだから死ぬんですよねこれ。これ買わなきゃダメだ俺。ゼロマナ強化されたじゃないですか。そうですね。ゼロマナで唱えましたってこれ言えますよね。はい。それ系結構強化されてる。これ話題になってますけど。まあこれもまあちょっと強いですよね。記念碑ですね。記念碑、はい。はい。まあ今回かなり捨てるカードが、はい、フィーチャーされてるので、はい、そこになんか沿ったアーティファクトということで。アーティファクト、どうなんですかね。まあ普通に捨てるシナジーと強いですよ。相性いいですよね。まあ普通に例えばですけど、ルーティング置いてたら、ルーティングするたび宝物もしくはカードドロー。はい。まあ3点ルーズはちょっと正直弱いかなというか、まあ1回ですからね。になっちゃうんで、まあ上の2つどっちかを選ぶんじゃないかなぐらいの、って感じですね。まあもちろん3回やればね全部選んでもらって確かにって感じなんですけど、これはどうですか6万の水蓮。さすがにちょっとオーバーかなって気はするんですけど、でもこれどうなんですかねこれ。アーティファクトが横に並ぶようなやつで出したら、一気にマナ捻出できるんですよね。アーティファクトを一見に捧げると、その捧げた数分かける3出るんですよね。はい。だから今回アーティファクトがシナジーが、すごい多いから、最後にこれでマナめっちゃ出そうよってことですよね。まあそういうことですね。でもこれだって2個で元取れますからね。はい。6マナってことは、2個で元取れるじゃないですか。まあ2個でそうですね。その払った分は戻ってくる感じですね。だから例えば5、6個あったら、全部サクると、まあ6個あったら6318。18マナ。結構出るんじゃないですかこれ。だから出ますよ。だから相当出ますよ。これアーティファクトデッキだったらめっちゃありってことですか。結構出るとは思います。確かに。ただ、気をつけたいのが、気をつけたいっていうのと、まあ逃走者でなんか面白いところが、とりあえず対象取るんですよねこれ。これ相手でもいけると。相手でもいけちゃうっていうところもあるから。変更できる。そう変更されたら僕がサクった分相手に笑われるっていう最悪のことが出る。どっち先一気に捧げるまでがコストです。で対象は起動の時に取るんで。これ一人だから稲妻曲げでも対象曲げられちゃう？多分一つ単一の対象でも曲げられちゃいますよねこれ。変更畑じゃなくて単一の対象だ。やばいっすねこれ。っていう最悪の可能性もありますし、もう最後もうどうしようもない時に力をこの人に手にかけるって言って渡すみたいなこともできますよね。なんとかこれでドローして対策してくれみたいなこともあるかもしれないですね。なるほど、面白いですね。土地行きましょうか。土地行きましょう。いやこれ最後ですよ。もうラストですねこれ。もうまずゲインランド。ゲインランドはまあでもカジュアルだと僕使いますけどね、たまに。めっちゃ使います。ゲインランドにはお世話になってます。で次にこれどうやってまだ下の方かな。多分多分コモンアンコとかでフィールドかかっちゃってる、もしかして。いや無色で多分フィルターがかかっちゃってるんじゃないですかね。無色アーティファクトでこれをなしにすれば、いや多分ね下のところだと思う。もう一つ下のそこの土地、レアリティが土地になってたんですね。そうですね。まず無色の土地が来ると。アモンテッドのサーキット。これはなんだ。これは最高速度で速攻付与なんで、まあまあやる。まあまあやると思いますよこれは。結構やりますね。で顧問の方は最高速度で
3マナルーティン。いやでもこれもね、無色だったらやりますよ。はい。無色だったら3マナルーティン結構強いですよ。うん。無色だったらですよ。悪くない悪くない。いやまあ最悪悪くないとは思いますよ。うん。であとはレアにいるはずか。これかこれ境界シリーズ。境界ライズね。境界ライズ、まあこれはもう持ってる人は入れてくださいみたいなところになるかな。普通に強いですよね境界ランド。悪くないですよ。あとこの蒸気気状をしやすいに大きいかのように出すクリーチャーが出す土地っていうのがサイクルでありますね。出ます。まあどうですかね。まあ今回のリミテカードっぽいですよね。まあリミテ寄りですよね、正直。このどうですかこれ村ガンダサーキット。まあ強いんじゃないですか。欲しいんですけど、闘争者向きじゃないですか。どちらかというと構築よりエンジン使用して最終的に2マナになるんですよ。でも2マナになるまでにそれなりにターンがかかるっていうところで言うと、ちょうどいい。ちょうどいい。カードパワーもちょうどいいんじゃないですかね。だって1ターン目2ターン目に2マナ一気に出しちゃうのいいっすよね。ちょっとそれよりはこれぐらいのテンポ感で2マナ出る方がいいんじゃないかなって。しかもデメリットないですからね。ないですからね。はい。これめっちゃ欲しいですね。今回欲しいカードめっちゃあるんですよ。これ強いですね結構。これこのカードコモンじゃないですか。これもワンチャンカジュアルだったらこれいいんじゃないかなと思ってて。まあでもタップインで1色しか出ないからな。タップインで1色しか出ないんですよ。じゃないですか。でまず2色だったらこれどっちか選べるんですよ。タップイン。そうですね。でこれサイクリングついてるんですよ。まあサイクリングはついてますけど、これカジュアル超カジュアルだったらまあでもまあリミテ寄りですかね。正直かな。あと境界ランドぐらいですかね。多分もうないかな。多分もうないですね。で先ほどの無色のランド3種類あるじゃないですか。共通していいことが1個あるんですよ。なんすかエンジン始動ができる。なるほど。エンジン始動ができるぞ。そうだから1ターン目にエンジン始動したいとかで、これプレイしたっていうか倍出ればエンジン始動なんですか。じゃないですか。速度を持たないなら1から始まるって書いてあるんですけど、これ例えば輪作とかで持ってきたらエンジン始動できるんですか。できるんじゃないですか。それなんか輪作打ったらエンジン始動かみたいなことはならないですか。輪作だってこの土地持ってくるのさすがにちょっと。いやでもだってエンジン始動したかったら、例えばさっきのサムトだったらサムトだったらエンジン始動したくないですか。したいですよね。したいですよ。輪作でエンジン始動したくないですか。なんか白絡みの土地持ってくるカードでエンジン始動できるんですよ。確かに先にでも白絡みであれかな、この土地タイプ持ってこれるかな。持ってこれるっけ。なんか土地持ってくるみたいな白絡みあります。あと緑で普通に緑では持ってこれます。普通に土地持ってくれるカードあるんで、いいんじゃないかなっていう。まあだからエンジン始動をもっと使いたいみたいな確かに方とかね、ありえるな。ありえるんじゃないですか。エンジン始動カードだったか土地は可能性はあり得る。まあそんな感じで以上すべてのフルスポが終わりました。終わりました。いかがだったですか今回。いや今回カードパー高いですよやっぱ初めての試みだったんですが、全部やりました。長いですねさすがに。これほぼ編集なしで出しますんで、僕だけ翻訳が大変だと結果大変なことになるんですが、まあよかったら続けていきますんで、高評価、お願いします。チャンネル登録、ハイプもコメントもお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。